こんにちは、コードキンドです。今日は AWS で Open Cloud を実験している人に向けに、気づかないうちにお金が溶けるのを防ぐための方法を紹介いたします。もし AWS で AI 実験している、EC2 をストップして安心している、請求額をきちんと見ていないというどれかに当てはまったら、ぜひ最後まで見てください。まずは Open Cloud について簡単に紹介いたします。オープンクラウドは複数の AI エージェントを組み合わせて、タスクを実行やツール呼び出しを行い、オープンソースのフレームワークです。設定を変えながら、何度も試す必要がある。なので、私はローカルではなく AWS の EC2 上に実験環境を作っています。ここで問題になりますね。オープンクラウドの実験で毎日やるわけではないですよね。1週間に数時間多くてもそのくらいだと思います。でも AWS は使っていなくても課金されるもんですよね。特に注意なのが EC2 をストップしても EBS の料金は止まらないというところです。ここで毎月じわじわ利用料が増えてしまうところですね。ここで使うのが EBS スナップショックです。スナップショックはデスクの状態をそのまま保存したものですね。これを使えば実験が終わったら状態を保存して EBS は削除される。で、料金はスナップショット分だけという運用ができます。では実際の流れです。まずは EC2 をストップして実験用途ならこれが一番安全ですね。次に EC2 からボリュームに移動します。オープンクラウドの環境が入っている GP3 のボリュームを選んで、アクションからクレイスナップショットをすると、ステータスが保留中になります。この状態ではまだ何もできてないですね。スナップショットの状態がカンプリートになったら、ボリュームに戻って元のボリュームを削除します。ここが一番重要ですね。スナップショットを使っただけではまだ節約できていません。EBX を削除して初めてコスト削減が完成します。例えば東京リゾームで 20GB の場合、GP3 を残すと約 $1.9 毎月で、スナップショットだけなら約$1月になります。ほぼ半額ですね。長時間使わない場合は、スナップショットをアップしてさらに安くすることもできます。まだオープンクラウドを触りたくなったら、スナップショットからボリュームを作成して、で EC2 にアタッチして、スタートすると、それだけで、数分で元の環境が復活します。一点注意していただきたいのは、スナップショットは変更するたびに新しく作ります。作らなければ戻れるのが古い状態だけですね。なので、最新安定版、初期状態という3つくらい残すのがおすすめです。まとめますと、EC2 をストップしても EBS は課金される。スナップショットは状態保存のためです。実験が終わったら保存して EBS を削除。変更したら新しいスナップショットを作る。オープンクラウドのよう試行錯誤する実験環境ではこの運用でかなり便利です。今回はオープンクラウドの実験環境を例に AWS スナップショットでコストを抑える方法を紹介しました。参考になったらいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお楽しみに。